はい、皆様、桐野でございます。本日はですね、当チャンネル初めての音声解説付き動画、このリリコンの音出しといろいろなコントロールして音色がどのように変わるかについて、音とともにですね、説明していきたいと思います。まずですね、音をとにかく出してみたいと思います。音色の設定は、マニュアルに書いてあるイニシャルセットアップという、初期設定でこういう音色にしたらどうかという設定の通りにしてあります。というこういう、クラリネットのようなポーという素朴な音色がいたします。これをですねこういろいろたくさんあるつまみをいじってですね、あるいはこのマウスピースの噛み方を変えていろいろな音色にアレンジしていくということになります。例えばこんな感じです。あるいは外部エフェクターをかけるとですね、今ディレイとリバーブをかけますが、というような具合です。基本的にポーという素直な音ですけれども、いろいろつまみをいじったりエフェクトをかけることによっていろいろな音にすることができます。はい、次にですねリリコンの各いろいろなところについて見ていきたいと思います。まずコントローラーですけれども、こういった銀色の非常にかっこいい、楽器という存在感のある、形をしております。で、リリコン初代のリリコン1のですね特徴なのがこの管の下から伸びているケーブルですね。ケーブルがこの管の下側の途中から出ているのが特徴になります。後発のですねリリコン2やリリコンドライバーはこの管の先端からケーブルが出ているんですけれども、途中から出てくるのとその途中の先端の部分ですねちょっと絞りが入っていてシュッと絞りが入っているっていうのがリリコン1の特徴になるので、外観上はここで見分けることができます。このコントローラーからケーブルが出ていまして、それがこのコンソール音源部分のにつながっております。コンソールからもう一つ出ているのはオーディオのモノラルのアウトプットが一つ、非常にシンプルです。あとは電源コンセント電源部分の、ジャックがあります。で、本体部分はこのコントローラーのケースを兼ねた音源一体型のケースになってます。でケースはこういう蓋ができることにようになってまして、持ち手で持ち運ぶことができます。でケースの蓋はエフェクターケースの蓋のように外すことができますので、こういう形でステージに置いてセッティングして使用するということになります。で音源の構成で、ありますけれども、リリコン1は倍音加算式のシンセサイザーというふうに言われております。オシレートの部分が倍音加算式でありまして、その他の部分はこのマウスピースコントロールやウィンドダイナミクスというところで音色を変化させて
あとはミキサーとそのウィンドソリフェルドというところで、あとラウドネスっていうつまみでボリュームを変化させる、という構成になっています。ですので、基本的には、VCO オシレーターで音を作って、音色を変える部分 VCF 的な部分があって、VCA 音量をコントロールするところがあるというところで、ブロック的には現在一般的なアナログシンセサイザー、原産式のアナログシンセサイザーとは同じになるのかなという感じでございます。はい、音源部分はですね、ベーシックオーバートーンズとウィンドオーバートーンズ、それからトーンカラーというこの3つに分類できるオシレーター部分からなります。で一番一般的に使うと思われるのはこのベーシックオーバートーンズの部分です。ここで、F1 から F5 までの5つの、つまみがあるのですが、それぞれがオシレーターです。5つのオシレーターが組み合わさってベーシックオーバートーンズという、オシレーター群ができていると、グループができていると考えればよろしいかと思います。F1 の音だけを鳴らしてみます。はい、こんな形で非常にシンプルな音が鳴ります。ちょっとずっと吹いてるとですね大変なので、ブレスの感度設定を上げて、ずっと音が出てるようにします。はい、こんな感じ。これで、今 F1 の音だけが出ている状態です。波形を見てみますと非常に、サイン波のようなシンプルな波形ですが、倍音が第2倍音第3倍音、偶数倍音も奇数倍音も載っているような、パッと見サイン波に聞こえるような、あと聞いた感じもですねポーというサイン波あるいはスクエア波に近いような音色になっています。はい、次に、F2 の波形になります。はい、こんな波形です。ちょっと倍音が混じっているような、波形ですけどやっぱりポーということには変わりません。F3 です。はい、これもポーという音ですね。F4 これほとんど F3 と変わりません。F5 これも同じ感じですね。この F1 から F5 までを混ぜてですね、ちょっと音色を変えていくという形にします。はい、こう変えることで少し音色を変えることができます。次に、このはい、F1 から F5 までのつまみの下にもう一つつまみがあってサステイン、という名前があります。このサステインつまみを上げると何が起きるかと言いますと、F5 の波形の上でサステインをどんどん上げていきます。今0なんですけど上げていきますと、こんな形でちょっと倍音が変わっていきます。で、ちょっと音量を下げましてその上でもうちょっと上げていきますと、ある時点で発信します。でさらに上げるとこうやって音程が変わるという形になります。サステインつまみを上げすぎると発信するということになります。で今、これ音出しっぱなしなんで分かりづらいんですけれども、こうやって演奏した、吹き込んだ時だけ音が出るような状態にしてやると分かるのですけれども、これ普通吹き込んでないんで音出ないんですけれども、サステインつまみを上げるとこうやって発信します。なので吹かなくても音が出るという状態になります。はい。でこれあんまりこういう状態はですね音楽的に非常に使いづらいので、なかなか普通使わないんですけれども、無理やり利用するとですね、こういった感じで他の、オシレーターも発信させてやってような状態、にしてやってですね、で、ここで、他のオシレーターを入れて吹いて演奏するみたいなことをすると、というような感じで和音演奏ができたりします。リバーブを入れたりするともうちょっと感じが出ますか。
はい、こんな感じですね。まあちょっと一風変わった演奏もできるんですけれども、まあ、基本的にはこのサステーンで発信させるというのはあまり音楽的には、使わないかなというところです。ただその発信するギリギリを狙うと、まあちょっと面白い音が作れたりなんかはします。次にウィンドウオーバートーンズの説明をいたします。ウィンドウオーバートーンズの音色を出すにはこのミキサーというつまみを右いっぱいまで振る必要があります。このミキサーは一番左まで回すとベーシックオーバートーンズの音だけ、一番右に回すとウィンドウオーバートーンズの音だけを出します。真ん中にすると両方がミックスされるという具合です。ウィンドウオーバートーンズだけにしまして、フィルターの方ですね、ハイにしないとちょっとウィンドウオーバートーンズの音目立たないので、ハイ、フィルター図をハイに、して、まずは1円部のオシレーターを絞った状態にしております。で、ウィンドウオーバートーンズも W1 から W4 までの4つのつまみがあって、それぞれがオシレーターになっていて、そのミックスで音を作るということになります。今 W1 の音だけを出してみます。はい、W1 だけだとこんな感じ。これもまあパッと見サイン波に見えるんですけれども、まあ、倍音は混じっているよという音ですね。W2、W2 です。はい、オクターブ上の音になります。W3、はい、オクターブ上なんですけど、まあ、ちょっと5度の倍音も混じっているかなという感じになります。ちょっと音量下げて、はい、W4、はい、さらにオクターブ上という感じですね。でこれを混ぜていきますと、こういったバランスでですね、いろいろ音色を作るというところに、なります。ベーシックオーバートーンズよりはややちょっと高音の倍音が多い、5度の倍音なんか目立つ音なのかなというふうに思います。それからこのウィンドウオーバートーンズもですね、発信させることができます。ウィンドウオーバートーンズの発信はベーシックオーバートーンズの F1 のサスティのつまみ、これを回すとウィンドウオーバートーンズが発信します。はい、どんどん F1 のつまみを回っていくと、はい、なんかいい感じにちょっと高音が混ざって突然を発信すると。この、発信、なんですけれども、この音域がですね高くなるとより発信しやすくなります。例えばオクターブ上げると、上げた時にちょっと発信してる感じが出ますね。というところで高音域になるとちょっと癖のある、危うい感じの個性を出したいみたいな時があればですね、まあ、使うことができます。この音域とともにですね、この、後から述べますけどオーバートーンズというつまみの設定も、影響しますので、これを上げると発信するようになります。ここもうまく使うと、音楽的、まあ、音色の変化をつけられるんですけど、こうやって発信してしまうとなかなか音楽しづらいので、うまいところを探りながら設定をしていくというところになります。それからこのウィンドウオーバートーンズのもう一つ特徴としてはですね、レガートで演奏した時も音の切れ目にアタックがつくというところになります。今まあウーシだけしてるんでレガートの状態ですが、ちょっとアタックがつくような感じになりますね。こういった音の出だしにちょっとアタックがつくというのがウィンドウオーバートーンズのセクションの特徴です。でベーシックオーバートーンの場合は
まあレガート、綺麗にレガートになるんですけれども、ウィンドウオーバートーンズの場合はアタックがつくというところです。なのでこれをうまく混ぜると、ちょうど微妙にアタックがつくというような音色を得ることができます。はい、以上がウィンドウオーバートーンズでした。次にトーンカラーにのセクションになります。トーンカラーは、こういう音色になります。はい。これは他の2つとは違ってかなりじーっといったですね、明るい、音色を出すセクションになります。ちょっと音量が大きいですね。ちょっと音量絞った状態にして、さらにこのコンテントつまみを上げていくと、ここまで音量が出るというところになります。スレショルドをかなり高め、今全開にしますけど、した上で、コンテンツを上げていくと、音量が変わると。波形は変わらない、単純に音量が変わるだけになりますね。このスレショルドも基本的にはボリュームを調整しているだけのようですので、この2つのボリュームを調整してちょうどいいところを探るというところになります。で、このトーンカラーの、音に関してはフィルターっていうつまみを変えても、音変わらないので、最後の最後にですね、このトーンカラーっていうかなりジーという明るい音が出るオシレーターで味付けをするというような感じに使えるかと思います。トーンカラーもですね、やっぱりこのアタックがつきます。レガートができないオシレーターになります。でこの3つのオシレーターを混ぜて、最初の音色を作っていくということになります。はい、今ベーシックオーバートーンズだけですね。で、ウィンドウオーバートーンズを混ぜていきます。なんか変なのがはい、トーンカラーを混ぜます。というような感じですね。はい。はい。以上がこのリリコンのオシレーター部分。ベーシックオーバートーンズとウィンドオーバートーンズとトーンカラー3つのオシレーターグループでそれぞれは F1 から F5 までのオシレーター W1 から W4 までのオシレーターの組み合わせと、この組み合わせで、初期の音色を作っていくということになります。はい、それでは次にですね、このキー、というブロックの説明に行きます。でキーはですね、その名の通りなんですけどトランスポーズをする場所になります。今、吹かなくても音が出る状態にして、はい今 C が出てますけど G にすると G の音が出ると。で B フラット C E フラット Fこの5つのキーに、つまみ1つで瞬間的にトランスポーズすることができるという形になります。でチューニングはですね、ちょっとずつ変化させるところなんですけども、今これ、0にしてまして、こんな音が出てますけど、一番右までひねりますと、ここまで上げることができますので、このキーとチューニングを合わせれば、12のキーに対応できるということになります。はい。で、C に、戻しますね。はい。C になりました。次にオクターブのレンジがあります。このオクターブというつまみになります。で、今ミドルになってますが、ローにすると1オクターブ下が出ます。ハイにすると1オクターブ上が出ると。3オクターブの切り替えができるということです。でリリコンの音域になりますけれども、
今この運指の開放から一つ右手中指を押さえた C を出してます。でここからどんどん下がっていきますね。ここの B まで出ます。で今このチューナーを見るとですね、微妙にその高い、7、8セント高いような音が、出てます。順に上がってきます。これは合ってますね。ちょっと低い。ちょっと高い。という具合で、まあその指に運指によって微妙に、数セントですねチューニングがまあずれている状態ではあります。さらに上がっていきます。この上ですね、3つ目のオクターブ、一番上のオクターブキーを押すとちょっと低くなる傾向があります。ということで、ちょっとこの今このリリコンの個体はですね、メンテナンスの都合があって一番上のオクターブキーを押すと音程がちょっと低くなるという状態に、メンテナンスされています。でこのメンテナンスはですね、中のこのコントローラーの中を開けたりコンソールの中を開けたりして抵抗を、微妙に調整してですね、正しい音程に、合わせるというメンテナンスが必要になります。でこれ結構ですね、暑さとか、湿気とかですね、あるいはそのちょっと手汗が、かかってしまっているとか、真ん中、この接点がですね汚れているみたいなところで微妙に変わってくるので、こうやって狂っている時に自分で合わせられるかっていうのもこのリリコン1を継続して使いこなす、には必要な能力になってきます。で私自身はちょっとメンテナンス能力がないのでこの今、お借りしているリリコンはそのまんまの状態になってます。なのでちょっと最高音域が音程低いんですけど、ちょっとその点はご了承ください。はい、それからレンジのオクターブを変えてもですね、こうやって微妙に音程がずれてしまいます。これも、やっぱり内部のメンテナンスの問題になりますので、これも合わせて調整できないといけないということになります。音域的にはこのレンジ切り替えと、運指含めて、6オクターブぐらいの音程、音域をコントロールすることはできます。はい、次にフィルターズになりまして、フィルターズはですね、今これミドルになってますけどローにしてみますね。はい、こういった感じでちょっとフィルター、ローパスフィルターもしくはバンドパスフィルターがちょっとかかったような感じになります。ミドル、はい、ただ今このミョーンと言ってますので、おそらくレゾナンスがある程度かかっているのかなというふうに思います。レゾナンスのかかったローパスあるいはバンドパスフィルターを3段階でフィルターの開き方を変えられるということになります。でこれレンジにもちょっと影響します。今ローレンジで、フィルターローで上げていきます。ミドル、でレンジをミドルにしてフィルターローから上げていきます。ミドル、次レンジハイにしてロー、ミドル、といった具合です。ミョーンってやるんでやっぱりどこもどのレンジにでもですね、レゾナンスかかってるのかなっていう感じはします。このレンジを変えるとオクターブだけでなく、ちょっと音色も変わるんだということになりますですね。続いてですね、このマウスピースコントロールという部分の説明にいきます。マウスピースコントロールはですね、マウスピース、この部分になります。でここでコントロールするのは、息の強さ、大きさ、それからリードを噛む強さということになります。まず、息の強さのつまみがこのウィンドストレーショルドになります。で今、左いっぱいに絞っている状態なんですけれども、これで、
吹いてみると、まあ吹けば音が出るんですけど、結構辛いです。いっぱい息を入れないと音が出始めない。なのでこれをもうちょっとですね上げてあげて、吹かないでも音が出るちょっと前ぐらいにしてやると、まあ吹いてて、まあ、楽に出るという感じになります。で、今ちょっと波形が音がギリギリ出てる感じになるんですけど、本当にギリギリ攻めるとですね、音がサスティンで残ってしまうような形になるんで、ギリギリよりは少し絞るという感じになるんです。私の場合は、まあ、メモリ3ぐらいがちょうどいい感じになります。ですね。で、このブレス感度はですね、ここにセンサーアジャストという、マイナスドライバーで調整するつまみがありますので、ここでも変えられます。このドライバーの、で回す、まあ、つまみを右いっぱいに振ると、少ない息で大きな音が出るようになります。左いっぱいにすると、いっぱい息を入れないと音が出ないという状態になります。で、今はこれは結構上げ目の状態でセッティングしてありますが、これはまあ演奏者の好みになります。で、もう一つこのゼロバランスというのは、このネジを調整した上で、このゼロバランスを調整して音が出ないところにまた合わせるという作業がいりますけれども、これはまあちょうどいいところに設定してあります。詳しくはマニュアルの方に書いてあります。はい。そういったところで、ブレスの感度を調整して、演奏するわけです。はい。それから、このマウスピースコントロールの、グリッサウンドというつまみの説明です。はい。ちょっと音を出した状態にしますね。で、グリッサウンドのつまみをこれで今、左いっぱいゼロの状態なんですけれども、右に回していくと、はい、かなり下がります。1オクターブぐらい、音程が下がります。で、この状態でリードを噛んであげます。はい。まあ、リードを抑える、リードを噛むと音程が上がるということになります。実際の演奏では、で、これだとまあ変わりすぎなので、まあ半音から4分の1音ぐらい変わるような設定に仕上げて、ビブラートをつけましょうというのがマニュアルの、おすすめにはなっています。今半音ぐらいにしてます。ということで、このリードを噛む強さでビブラート、音程によるビブラートをかけることができます。基本的にはですね、これは、いわゆるダウンオンリーの設定で、この途中で止めてですね、音程を一定にさせるっていうのが非常に難しいので、十分噛んだ時に正しい音程になるような設定、すなわちダウンオンリーの設定にするというのが、まあ、リリコン1、特に1の、基本的な考え方なのかなというところであります。次にリードオーバートーンズになります。で、リードオーバートーンズはこうやって音を出していた状態でこのつまみを今0なんですが上げていきますと、こんな感じで音が変わります。はい。なんとなくこう音色を聞いてるとレゾナンスをかけているローパスあるいはバンドパスフィルターの、まあ、そのフィルターの動きを動かしているのかなと。でレゾナンス結構かかってるなという感じなんですけど、そういう音色変化になります。で上げた状態にしてですね、リードを噛むとまあフィルターが、閉じてる状態かな。で、緩めるとフィルターが開くと。そういった音色の変化にすることができます。実際の演奏では
まあ音程は変化しないんですけど、まあレゾナンスをかけたフィルターの動きをフィルターの動きを、開きを動かすことによって音色が変わってビブラートが変えられるということになります。はい。でここで、グリッサンドの、音程のビブラートも一緒にかけてみます。という具合になります。リリコン1の場合は音程でビブラートをかけるっていうよりもこの、音色でビブラートをかける、という変化の方がよく目立つのかなという感じが、いたします。でまあ現代のですね、ウィンドウシンセサイザーを考えると、このバイトセンサーで、ピッチベンドを動かして音程でビブラートをかけるっていうのが、どちらかというと主流ですけれども、リリコン1の場合は音程、も、使わないことはないんですけれども、音程よりも音色、レゾナンスをかけたフィルターの開きを、バイトセンサーで動かすというような音色変化が大きいのかなと思いますので、現在のウィンドウシンセの組み合わせでリリコン1をシミュレートするのであれば、そういったバイトでフィルターを、コントロールするっていうところにここを気をつけると、もしかしたら似るのかもしれません。はい、ティンバーのつまみになりますね。でティンバーのつまみはこういう音色変化です。はい、これも定かではありませんが、現代のアナログシンセサイザー的には波形の幅を変化させてるような感じなのかなと、思います。で、これに関してはリード間でも変わりません。初期の音色だけ変わるようになってます。でこれはそのリリコン1の仕様としてそうなのか、もしこの個体だけ、この個体はここの変化がないというような仕様なのか、ちょっとそれのどちらかはわからないんですけれども、この個体に関してはこのティンバーは初期の音色は変わるけどリード間でも変わらないという状態になっております。でこれをリードオーバートーンや、グリッサンドと合わせても、音色を作っていくということになります。というような音色変化を息の強さとマウスピースで、の噛む強さで得ることができます。でちなみに息の強さだけ変えた時どうなるか、ということになりますけど、今の波形のグラフを見ていただくと分かるんですけれども、基本的に音色は全く変わってないで音量だけ変わっています。ということですね。で、現在の Windows シンセサイザーだと、息の強さでフィルターを動かして音色も変えることが多いんですけど、リリコン1のコンセプトとしては息の強さでは音色は変わらない、音量だけ変わるっていうのがスタンダードなのかなと思います。ただしこの後に飲みます Windows Dynamics のつまみと合わせると、息の強さでも音色を変えることができます。はい、ということで Windows Dynamics の説明に、移ります。はい、Windows Dynamics はですね、フィルターのアタック、音を出した状態でフィルターアタックというつまみを動かしますと、こういった音色変化をします。もう一回ちょっとだけこのつまみを動かすと、
ミョンミョンという変化にします。でたくさんこのつまみを動かすとという感じでミョーンの変化が大きいというところになります。要するにですね、これエンベローブのアタックとディケイをコントロールするつまみになります。つまみをですねちょっとだけ動かすとこのエンベローブのアタックとディケイのタイムが短いようなエンベローブがかかる。つまみを大きく動かすと A と D が長いような変化が起きるということになるかと思います。実際の演奏をするとですね、このエンベローブは音を出した音の出だしとタンギングした時にかかります。でレガートで運指をした時はかかりません。フィルターアタックを上げた状態で吹いてみます。こんな感じで音の出だしにミョーンというエンベローブがかかります。レガートで吹いてみますね。はい。で今度は全部スタッカートで吹いてみます。というように、スタッカート、音を切ったりタンギングしたりすると、音の立ち上がりに、エンベローブがかかります。でレガートタンギングの場合は微妙にかかる感じになります。なのでちょっとこれ上げすぎてると演奏しにくいので。という感じで、その自分のタンギングのアタックの強さに応じて音色をコントロールすることができます。なので自分のそのコントロールしたい程度に合わせてこのフィルターアタックのつまみを、設定します。次、ティンバーアタックになりますけれども、これも音の出だしに、エンベローブをつけます。こういう変化になります。はい、こういった変化ですね。たくさんつまみを動かすとこれもやっぱりミョーンといって、時間的変化が大きいということになります。で、ここのつまみを動かす時に特徴なのは上げる時も下げる時も、エンベローブのトリガーがかかります。はい、でこの音色変化は、先ほどマウスピースコントロールのティンバーのつまみと一緒ですね。なので内部的には同じ回路を使ってそれを、リードで起動しているかアタックのエンベローブで起動しているかということになります。ちょっと言い忘れてましたけど、そのフィルターアタックもですね、こちらのリードオーバートーンと一緒です。なので同じ回路をリードを噛むことで使っているかアタックすることで使っているかということの違いになります。はい、でちょっとフィルターアタックに戻ります。でフィルターアタックの面白いところは、音の出だし、だけでなくてですね、音を止めた時にも、エンベローブのトリガーがかかります。ちょっと上げて。ボーンで止めた時にワッっていうような形で止めた時も、トリガーがかかるというのが特徴です。でこれを、フレーズでやってみます。まずは、レガートで運指だけしてみますけど。変わんないですよ。音の出だしだけやりますから。全部スタッカートでやってみます。ちょっと分かりづらいんでフィルターをハイにしてやってみますね。でこれはレガートタンギングみたいなところをしてもですね結構目立ってかかるので。っていう感じになります。でフィルターアタックと併用するとより、感じがジャズの感じが出やすくなります。
ちょっとですね、正直これやりにくいんですけど、このリーバーオーバートーンやこちらのティンバーのつまみと併用するとちょうど吹きやすいところにポイントを当てることができます。という具合です。今吹いてる途中でですね、音がちょっと音程が変わっちゃいましたけれども、なぜかというとですね、ちょっとここから出た漏れた唾がですね、オクターブキーにかかってしまいました。なのでこれがないようにきっちり、拭き取ってあげて、なおかつやはりつば止めのヘアバンドみたいなものが必要になってくると思います。もし本番中にこんなことが起きたらもうどうしようもない、わけでございまして、なかなかリリコン、気難しい楽器ではあります。これで治ってるといいんですが。はい、一応治ってくれたかな。でもちょっとオクターブの音程が変ですね。やっぱちょっとここの接点に少しゴミが、残っていたり、するとこういうことになってしまうという感じになります。はい、水を除去します。オーナーズブックにはですね、その頃、ちょっとアメリカで流行ってたもんですけど、1ドル札を挟んで、そういった汚れを取るといいでしょうっていうことがマニュアルにも書いてあります。はい、ちょっといまいちですけれども、とりあえずでもできるぐらいには回復したので、これでよしとします。このティンバーアタックとフィルターアタックをマウスピースコントロールと併用してすることで、よりジャズっぽいですね、フレージング、アーティキュレーションを表現しやすくなります。全くですね、このウィンドダイナミクスもマウスピースコントロールも使わない、状態ですと、っていう具合です。これでもそれなりに表現はできるんですけど、ウィンドダイナミクスとマウスピースコントロールをうまく使っていくと、という感じで、よりジャズっぽい、フレーズが表現しやすくなるのではないかというふうに思います。最後ですね、ポルタメントの説明です。でポルタメントはその名の通りですね、グライドをつけるところになりますが、ゼロですとこんな感じの、なんですけど、ポルタメントをフルにしますと、これぐらいの長さでグライドがかかります。あんまり長くはかからないですね。これでフルですから、フルにしても短めのグライドがかかるという感じになります。こんな感じですね。
一応マニュアルにはですね、弦楽器のそのポルタメントやあとトロンボーンのポルタメントを表現するときに上げるといいのではないかみたいなことは書いてあります。はい、以上でですね、このつまみすべての解説は終わりましたので、いろいろなこのつまみの機能を組み合わせて、望みの音色にしていくということ、それから、このコンソール音源自体はエフェクターは全然入っていませんので、エフェクター外部のエフェクターで、いろいろな音作りもしていくっていうのを合わせて行っていく。でそれでリリコン1の音色を作っていくということになるかと思います。で以上で説明を終わります。最後にですね、いろいろつまみいじながらですね音を出してみて、こんな音が出るんだよということをデモンストレーションしてこの動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。Oh